これから機体に乗り込みます。教育部に来ました。ですね。今日お邪魔するのがこれから体験搭乗なんですが、すごく緊張してます。じゃあ頑張ってきます。体験搭乗されるというところで、体験搭乗ブリーフィングをしていきたいと思います。はい。どうぞお座りください。ありがとうございます。失礼します。本日の流れについては全般の概要、あとは体験搭乗ブリーフィングということで実施していきます。で、忘れることはないと思いますが、深く座ってもらって、頭をヘッドレストに押し付ける。一番楽しむのが乗り物酔いにならない秘訣だと思いますので、緊張せず、楽しんで行ってきてください。はい、ありがとうございます。されてください。気になるところですね。それ以外は大丈夫そうですかね。はい、そうです。では一応これで同じのを終わりになりますので。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。本日、笠崎さんの体験搭乗ということで、ご来場させていただきます。コールサイン玄海シルバーとなっております。変数については、上村1、平川3佐、園田3佐、笠崎さんというところで、やっていきます。基板については、表記の678614になっています。はい、本日やるミッションについては、ターニングジョインナップというところで、離れたところからのジョインナップをする訓練と、あとはスプレッド30ラインから90度旋回しますので、反対側のサイドにパワーを使わずに移動するという学生がやる基本的な訓練をやっていきます。あとは、トレイルという形でこういう体型で、いろんな軌道をできたらなと思います。それが終わった以降については離れて園田探査と笠崎さんで CP ミッションをやっていきます。私についてはいいところで撮ってみます。ありがとうございます。お願いします。頑張ってみます。表記の通りやっていきます。ループ、あとはインベルマンターン、あとその後スプリットエース、あとはバレルロール、状況を許せばエルロール、あとは IG エクササイズというところで少し強めの G をかけていただきますので、多分普段経験したことない G がかかりますので、いい体験だと思いますので、頑張って耐えてください。はい。じゃあお願いします。はい、お願いします。園田三佐と申します。この13 13兄弟のところでやっている飛行訓練の一部をご関係いただいて、発信していただければと思いますので、よろしくお願いします。ありがとうございます。4G からかけるとすればハイ G のところで7G ぐらいまではかかるような軌道になっているので、ここの部分は体調を見ながら、いけそうなところまでチャレンジしてもらえればいいと思います。で、高 G がかかるときはハイ G 操作をしていただくんですけども、下半身とお腹に力を入れるような、意識で、3秒おきぐらいに小刻みな呼吸をするというイメージなんですけども、最初この息んで顔を赤くするようなイメージで息む。で3秒ぐらい耐えて呼吸を軽く強くってやる。あとはG スーツが膨らみますので、その膨らむやつに反抗するようにこの力を入れる。することで血管を圧迫するので血流がこの下に下がりにくくなるっていうので、脳内の血液を確保するという。もし視界が狭まってきた場合、何でもいいです。やばいですだとか、あとグレイだとか、グレイアウトっていう症状ですので、通常グレイって言ったらその G を緩めたりとかするんですけども、G を抜いたらその瞬間、また血流が戻ってその視界が広がってくるので、安心してもらえればと思います。はい、わかりました。縦系の G がかかるやつは大丈夫だと思うんですけど、バレルロールだとかエルロンロールだとか、バレルって樽なんですよね。この樽の外縁をこう回るような軌道なのでバレルロールっていうんですけど、こういう軌道だとかエルロンロールというのはその軸を一点にしてこう回る軌道ですね。これがエルロンロールというんですけども、こういうロール系でどうしても酔いやすくなってしまいますので、気持ち悪くなったらその瞬間まっすぐ飛びます。わかりました。快適な空の旅に移行しますので、その時にマスクを
外していただいたりだとか、はい、あと外をもう一度見てもらったりとかして、開封を図ります。でさらに、そこも余裕ですよと、大丈夫な場合はハイ G エクササイズということで、G をだんだん1時ずつ強くしていきます。2時、3時、4時、5時、6時、7時、その時の飛行機の制限の範囲内で最大の G をかけたいと思いますので、耐えられるところまでやっていただいて、もしグレーとかになったら言っていただければすぐ抜きますので。はい、わかりました。なんか心配事とか。そうですね、やっぱり酔いやすいのでそれだけちょっと心配ですが、はい。そうですね。最悪右のポッケにですね、秘密のアイテムで、秘密のアイテム、はい、それを取り出していただいてやっていただければと思います。わかりました。はい。と一緒で、この丸になるようにずらしてもらって、こうやって OK です。やりました。やばいじゃないですか。さすがです。ありがとうございます。顔がバッチリ。ヘルメット特別に飾りのシールを貼ってもらいました。急走の方に作っていただきました。嬉しいです。頑張ります。一番人がいっぱいいるあそこの6機と4号機に、T4 がいっぱいいます。一応芦屋は赤白のやつがメインで、上空で見つけやすいように赤白の塗装をしてます。学生さんが乗る色のイメージですね。白と赤は。そうですね、赤。ちょっと危険な感じがしますよね。危険な感じ。要注意っていう。確認をして、記入してから乗り込むっていう感じです。はい。でちょっと待ってください。はい。これからパイロットの方と一緒に外部点検を行います。これ書き終わったら周りぐるっと回っていくんで、そこを見ていただければ。わかりました。これがちゃんと閉まっていたらここはこの辛い位置になるので、閉まってるっていうのが分かる。これが例えばここがぐるっと回っているとここがバッテンになっちゃうんで、アイマークっていう。アイマーク。はい。ちょっとコンコンって叩いて飛び出てこないか。触ってみてもいいですか。つや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 です。アイマークがついてます。あとはもうぐるーっといろんなところを見て回ります。はい。速度を測るピトン。ピトンカムはここについてるんですね。ここから空気が入って、ここの圧力とこの外の圧力差で速度とか高度とかを出す。そこに虫とかが詰まっていると速度が分かんなくなっちゃうんで、ちゃんと詰まってないかとかを見ます。吐いた時の音とかで異常が分かったりするんですか。そうですね。もう僕たちの場合は OK です。いつもと違うかなぐらいですけど、整備員たちはタッピングっつってカンカンカンってなんだっけな、ドライバーの後ろとかで叩いていろんなところ、その音の違いだけで分かるという、すごいスキルを持ち主な、耳が全然違います。やってみる。いいんですか。失礼します。乾いたいい感じの音がします。整備士さんだけじゃなくて、整備士さんとパイロットと一緒に確認を行うんですか。もう整備士さんはもう僕らが来る前に点検してくれてるんで、最終確認で一緒についてきてくれて、例えばなんかここ大丈夫かなっていうのがあれば、ここ大丈夫ですかって整備員に聞いて。そうなんですね。もう大丈夫です。もう安心してもう任せられる方々がいっぱいいますんで。さすが。ありがとうございます。乗り込んでいきましょう。チェック終わりました。これから機体に乗り込みます。
こ
ランド、3番タクシー、ダイヤ C4 タクシーが。赤で、Otherwise, you have one job,
右手はハイアングルテイクオフといって、急角度で全員上がっていくと言われますので、お願いします。それがもし振り返れば地表面がどんどん離れていくのが分かると思います。またこういう時ですね、エンジンのテストします。左側から左右それぞれでエンジンをマックスまで出して、インターネーションを宣言します。先1番機が離陸してきますね。今のところコックピットは暑いとか寒いとかないですか？はい、快適。ああ、大丈夫ですか。わかりました。右手は膝の上ですけど、左手はこのハンドルがあると思うんですけど、この国のです。はい、それで OK です。ありがとうございます。持たせていただきます。そろそろ上がると思います。周波数より。周波数。では、行きますね。お願いします。90%。ランウェイクリア。いきまーす。ブレーキリリース。ナップ。ニュータリー。右側に人がいますんで、普通ください。70、95、コンティニューバックです。4グラどんどん地面が速くなっています。すごい。はい。離陸までが速い。うわ楽しい。楽しい。とりあえずアイスを一回ピッチを下げていきます。雲がこれも近く感じますけど。そうですね。雲いっぱいありますね。このちょっとエリアの方に行ったら雲が少なくなっているので大丈夫だと思います。はい。ありがとうございます。レフトサイドと行こうか。ネガティブコンタクト。まずはノーマルセーターを全開すれば、後ろにつきます。全開すれば、フィケーション中だと。全開すれば、シルバーアウトでください。ありがとう。シルバーワン。ちょっとだけ揺れてますけど、大丈夫ですか？はい、大丈夫です。だんだん青空が広がってきましたね。はい、天気が良くなってきました。だんだんと水平になってきました。はい、水平線がくっきり見えるようになってきたと思うんですけど、この塵が溜まっている層を抜けて上の方に上がってきたので、これから先の多分快晴だと思います。快晴のことをクリアスカイというと聞きました。そうですね。スペーシーって書いてスカイクリアって大体はいしていますかね。なかなかこうやって雲一つない天気のっていうのはないので、今日は運がいいと思います。じゃあ今日はスカイクリアですか？スカイクリアです。あら嬉しい。はい。上は何もないですもんね。下だけちょっとありますけど、今日はいい感じですね。嬉しいです。はい。大気も安定してるんで。気持ち悪くないですか？今は大丈夫です。だんだん近づいてきてるの分かります？はい、前回ゴルフ付近でスタブリッシュしたコミュニター、304、色がバストミター。前回ゴルフしてるんで。なるほど、前回、後ろにゴルフ3、ソープサンバー。それから最初の大東ラバンクリア。サカランクリア。こんな感じでいいです。うわー、近い。何も期待の目視で、今から近づいてるんですか？そうです、そうです。すごい。無意識といったら変ですけど、でも体
ような感じでしたね。次はストレートがいい指導で、今この最終回が最低から90度旋回します。反対側に行きます。近づいていきます。近づいていって、リーダーの下をくぐって、そして反対側の同じ位置に出てくるという軌道ですね。大体今反対側に出てきたところです。確かにこの軌道だと位置を素早く入れ替わるんですね。次はトレールといって、グルンとすると4番機の場所になるんですけど、真ん中の下に入っていくやつですね。トレール。近いですよ。目の前に飛行機がいるんで。飛行機が2機縦に入るぐらいの距離に入っていきます。近い。トラブルですね。近い。すいませんでしょう。目の前にリーダーがいるという。まさか T4 のお釣りを取って。と客が出てますけど、でも遠くだとこのクリーンな T4 を見ることができるんで。確かにレアですね、それは。目には見えないですけど、エンジンのノズルからはすごい、スピードで排気ガスが上がってくるようなのが出てるんで、なるほど。これでちょっと一歩間違ってこの上の方に上がっちゃったらそれに巻き込まれてしまうという。あと全く同じような動きをして一生懸命ついていくというやつですね。すごいですね。前の機体と一体になってるみたいですね。すごい。なんか一つのゴールつながっているような感じですよね。それもなんか通信しながら調整してるっていうより、なんというかもう完全にダメです。すごいです。はい。だから相手がどういった動きをするのかよく知ってるってことですか。そうですね。もうなんというか振動しの部分はあるかもしれないですね。でももういい顔をするときに最初に打ち始めたらこの後こうなっていくっていう変化のスピードをですね予測しながらついていくことはありますね。最後に落としてるんですけど、多分松井バンダーになるだろうなと思いながら反射神経もいるかもしれないですね。そういうことが遅れちゃうとやっぱり難しくなってしまうので、でまた基本体系に戻っていきます。これでフォーメーションが終わってですね、次からちょっとウォーミングアップしながらG をかけていきたいと思いますので、次はコンプリートフォーメーション、シルバー2セーフィーション、それをついてくるお願いします。まず2G ちょっとかけてみますね。お願いします。こういうような感じで、今2G。ちょっとだけ G スープが膨らむ感じですね。膨らんでます。ちょっと3G をかけてみましょうか。いきまーす。かかってて、今3G で。これを反抗してお腹を膨らませる、この膨らみに対抗するような感じですかね。ランクを繰り返します。まずはループからやっていきます。ループは縦に宙返りをするやつですね。最大で40ぐらいかかります。また下から言ってください。どこを見てればいいでしょうか。外を見れば外を見てください。自分の姿勢が分かるようにこの水平線というのをよく意識できる場合は意識できるところは意識する。大丈夫ですか。お願いします。
は。はい、じゃあ行きますね。はい、じゃあ引き上げるか。ちょっと呼吸してリラックスして大きく深呼吸。次はインゲルマンターンでさっきと同じ40ぐらいがかかります。もうちょっとインゲルマンターン加速していって時速600キロぐらいでピッチを上げていきます。いきますね。40大丈夫です。じゃあここから安定します。じゃあここから安定します。元気に生きてます。大丈夫です。今のがインゲルマンターンです。もうとりあえず縦的にスプリット逆に今の反対の軌道をしたいと思います。これは最大で50ぐらい使います。大丈夫ですか？はい。今からまた背面にして下の方に引っ張っていくという。もうダメかもしれない。一回反転だけしてそこでまた休憩しましょうか。反転だけして休憩。もうそうするのは最後までしてください。グレーとかそういうのもなかったら全然ないです。やっぱり強いですね。ビーは全然強いと思います。よかった。上で喋ってられるので、全然強いと思います。喋ることで正気を保つので次はじゃあ、ループでいうとループの後半戦みたいな感じのループです。ループは1回転でーンとしましたけど、今それを上の半分に分けて、上の半分に分けたところ、次はその残りの半分をやるようなプレーが次のスプリントをするというわけなんですけど、一気に低い高度から上の高い高度に上がることができるので、上に満タンをするとですね、かつ自分の進路が反転するという、昔インゲルマンさんという人が考えたプレーなんですけど、大丈夫ですか？はい、大丈夫です。やるしかない。じゃあ次はスピード数やってみましょう。お願いします。右に反転をして、あとその後ずーっと引いていくまで1がかかりますね。じゃあいきますよ。はい、お願いします。じゃあレフトバーンクルーンかかります。じゃあいきますよ。はい、お願いします。じゃあレフトバーンクルーンかかります。今のでマックス 5.50 となりました。オーラルテ
があるんですけど、それが一定の数値を超えるとああいうふうに計算してくれるんですよ。であれがどんどん小数点半とか7で3点があるという具合がありますので、失速に近づくとさらに音音色が上がるみたいなのが失速に近づいてますよというのをお知らせさせていただいてます。それ以上引っ張ったら失速しちゃいますよという。なるほど。飛行機にはいろいろな音があって、さっきみたいな失速の音とか、あと飛行機みたいに G が強くなってきたら音が鳴ったりとか、あとはギアとかギアを下ろしやすい防止するための音だとか、いろんな音があります。あと一応貨物的には、バレルロールというブルータースのぐるぐる6番機が回っているような動き。なんてこったあとエビロンロンとよそに1回転くるんとするやつ。あと最後元気だったら G を最大 G までかけられますが、頑張ります。よし、じゃあ頑張ってみましょう。じゃあバレルロールをやっていきます。今右前の方に1時の方向ぐらいですかね、下の方に雲があると思うんですけど、その雲が一番高く盛り上がっているところ、そこを中心に回っていきます。いきます。よし、引き上げていきます。左にフロント1回と横に横転をします。横に横転分からない。いきますよ。いきます。左フロント。左フロント。真正面を見ててください。次は右に行きます。右回ります。行きますよ。右です。ピッチ上げて、右ゴール、画面向く。笑うしかない。なんだろう。最後G をかけて終わりにしましょう。はい、お願いします。はい、そうやってします。お願いします。じゃあ、まずは 3G ですね。3G は、はい。もう、さっき 5.5 まではやってますからね。じゃあ、3G いきます。3G。これ 3G の同じ。次 4G いきます。一番重くなります。次50いきます。仕組みです。じゃあ今から帰りましょう。はい、お願いします。今から足に帰っていきます。はい、お願いします。では足側から80キロ北側にいるぐらいですね。80キロなので、ここからがそうですね、8分ぐらいで帰れる感じですかね。大丈夫ですか？大丈夫です。まだ元気ですね。エレンさんの操縦がすごく全然成長もいらなかったんですか？いやいや、すごく快適なフライトありがとうございます。大丈夫でした？本当？はい、大丈夫です。ああ、よかった。本当にすごい楽しかったです。本当ですか？楽しかったです。
に行くんですけど、そしたらまたさらに上のグレードの訓練をやるので、ここは初めてこの小さいジェット練習機によって、そういう技術を学ぶことですけど、だんだんステップアップしていくっていうようなイメージですかね。今やった科目は本当に基礎ですね。はい。基礎であんなに辛いのか。いやいや、本当に加賀さんの基礎はもうできたということで、次はまた一歩上のやつですね。それで帰っていって、タッチ&ゴー訓練を一回やってですね、でフルストップするんで、あと10分ぐらいで、頑張っていただければと思います。お願いします。今、鶴のファイナル、キーファイナルって言ったんですけど、聞こえました。学生のソロをやってるんですよ。普段は教官となりますけど、この過程で何回かですね、学生一人だけに乗り組んでがあって、そういう時にああいう着陸の状態レジャーするためにちょっとみんな静かにしてるっていう時間があるんですよ。少しパッと低いエイミングランウェイ中央に持ってこい。今のは地上から誘導してるやつ。現在シルバーカウンターのシルバー2フッサーシルバーマローアプローチ。ワンターン立ち上がりの状況ですけど、現在シルバー確認。シルバー2のタッチ&ゴー、シルバー1のローアプローチです。次タッチ&ゴー1のアプローチ確認。めちゃくちゃですね。空からだと地形がよく見えますね。そうですよね。Google マップですよね。で実はこれどこが自分たちのなんていうかなナビゲーションと後方訓練でどこかに行くときは結構 Google マップ見て予習したりとかするんですよね。そうなんですね。あそこ川が流れているとか、あそこに山があるとか、そういうのを事前に勉強したりとかはしますね。社会現在がおだけ。限界シルバーリポートインシャー。複合単車を限界シルバー。また限界がなってこれがあるんだけど、そこに限界70ランベイ30クレーターキノコブレスリーワンドライブアフターヒロワンダーガン24アプローチインシャー。ずっと過ぎちゃったんですけど、100人ブランコって100人が一斉に乗れるブランコがあるんですよ。変形になっていて、100人乗れる。そんなブランコがあるんですね。もし近くに行ったりとかなんか暇だった場合行ってみてください。はい、ありがとうございます。これはオフィスオリエの町ですね。右前にある茶色い建物群はあれ大学です。本当だ。学があります。ここはオリエ駅ですね。やっぱりパイロットの方って地形を見ながらその特徴から飛んだりとかするんですかね。自分がどこにいるというのをこの景気でも分かりますし、あとは外の景色でも判断するので、今回現在市はイニシャル関東たちのオーダー2-1ファンのローアプローチ。限界シルバーリポート3番リポート。今あそこに着陸しようとしてる人が。ではタッチ&ゴーに入っていきます。お願いします。ライトダウン右に曲がります。以上です。全体長くランド、スリーランダーランドが上チェック。
それから現在4月11日のシルバー1 go on long high. Press reflow, clear touch and go on the approach with C905. Now it's clear touch and go on the approach to the next one. Bring under and the wind of the 限界すればアフタークローバーとアフタークローバーと現在ですがなんだマーウェイの左側に赤と白のライトがあると思うんですけど、あれがタップといって着陸が進入角度を表してくれます。白と赤で白赤だと限界70ラメ3フローケーチャー305 Formation P4 Touch and go and approach そうです、ラン限界70クリアタッチand go3ナンバーだでこのシエスワークを維持するような形で進入の角度がいいですよということです。一回設置してからもう一度浮揚します。タッチ&ロー。トラップテイクオフ。そんな人ですよ。また同じ経路を通って最後フルストップします。そしたら現在シルバーソールで次を直行すると現在白からラメ3フロークレーター320530クレーター現在シルバーシルバー1でチェックするとシルバー13206じゃあ現在シルバー13206 3ランダーがクリエイトだダイナミックブレーキ空気抵抗でブレーキをかけてもさっきもやったと一緒です。本当に着陸してるんで全然大丈夫。すごい着陸が上手すぎてっていうとあれですけどすごいふんわりした着陸で全然衝撃がなくてびっくりでした。UHF-HTR パワーバックオフでハーフスピードアップ
戻ってきました。なんとか気持ち悪くならずにフライトしてきました。酔わなかったです。すごく楽しいフライトでした。ありがとうございました。タクシーあと下の確認したら俺レディーコール。はい。で、グラウンドは乗り換えますので、ランドに設置された95ワット95ワットでやってい2ヤードトラブルが起きた場合については、で今日の着衣事項だとか、あとはどういう科目を、前回失敗してるからこういうふうにやったらうまくいくよとか、そういうアドバイスをしながら、学生は、一回一回のフライトで向上していくように自分でプランニングしながらやっていって。皆さんが今希望されてる機種とかって聞いてみてもいいですか？戦闘機希望されてる方、もう全員なんだ。全員なんですね。F15 を希望の方。おお、理由を聞いてもいいですか？すごい単純なんですけど、一番形がかっこいいなと思ったのがきっかけで。他だと F2 とか F2 希望の方、一人だけ。なんでですか F2？ 私は戦闘機になりたいと思って初めて見た動画が F2 の動画だったんですけども、YouTube で見たんですけど、それが地球が丸くなるくらいのところを飛んでてミッションを行ってるっていうのを動画で見たときに、かっこいいなって思って、でそこからこの世界に入ったので、一番最初にやっぱ戦闘機かっこいいなと思ったきっかけが F2 だったので、いいです。いいきっかけですね。やっぱり一番最初に見た機体ってすごく印象に、残りますよね。手挙げられてない方いらっしゃいますか？はい。希望の機種お二人に聞いてもいいですか？私は F35B です。35一択。そうですね。私も他の方と同じように初めて見た戦闘機、動画なんですけど、が初めて見たのが F35B の垂直着陸するところで、日本を最先端から守っている人たちと一緒に仕事をしたいと思ったり、やっぱり印象深かったので F35 が。理由を聞いてもいいですか？はい、私も35希望なんですが、彼は今 35B って言ったんですけど、私は 35A になりたくて、なんで35がいいかっていうと、ステルス機でなんか最新鋭の戦闘機がかっこいいなって思ったので、なりたいなと思ってます。どうしよう、なんか真面目な感じ。そしたら、芦屋基地の中でちょっと美味しかったなって思った食べ物ってありますか？教えてほしいです。漬けサーモン。漬けサーモン。イカ納豆。イカ納豆も昼食とか。お昼は多いですね。海鮮系美味しい。海鮮系美味しい。魚が結構多いな。笠さん耐えられるんだったら何時まで耐えられるかやってみようよ。で、6時まで。死ぬかと思いました。失礼します。P4 の中。そうですね。全くこの全席が再現されてます。なん
なんか多分絶対触っちゃいけないスイッチとかいっぱいあると思うんですけど、いけないのはここにあったイジェクションのこのもちろんこれですねはい、これと、はいこういう黄色い系のやつは触っちゃ基本的にいけないように赤と黄色は赤と黄色で、はい、示されてます。やったら何かしらすごいことが機体に起きる。やばいやばい。この状態で機体の後ろまで見えますね。そうですね、360度。すごい。なんかやだな。本日は皆さん本当に貴重なお話をありがとうございました。ありがとうございました。頑張ってください。ありがとうございます。